こんにちは、ハルです。今回は100均のビーズで作れるうさぎのビーズドールの作り方をご紹介します。ついに100均のビーズでビーズドールを作っちゃいますよ。私がよく作るビーズドールはこんな感じなんですが、丸小ビーズメインで作っているので細かいですし、初心者の方がこれをいきなり作るのは難しいですよね。そこで100均で手に入るビーズを使って若干難易度低めのお座りうさぎを作る方法を3回にわたってご紹介します。100均のビーズは穴が大きいので、一つのビーズにテグスを何度も通すビーズドールの練習をするには最適なんですよ。今は自信がなくてもテグス編みに慣れてきたらぜひ挑戦してみてください。それでは作り方を見ていきましょう。まずは材料です。パールビーズ 4mm 300個入りを2パック、ラウンドビーズ 4mm 赤を2個、ピンクを5個。赤のビーズは目になるんですが、私はここでは黒の 4mm パールを使っています。これは100均では売っていないので手芸屋さんで購入してください。テグス3号、頭に140センチ、胴体に140センチ、足に100センチを2本、腕に90センチを2本、耳に40センチを2本。中に詰める綿。私は傷口を消毒するときに使う綿球を使用しています。これだと大きさもちょうどよくて毛羽立たないし、適度に硬さもあるので愛用してるんですが、手芸用の綿とかビーズの色に合わせた羊毛フェルトなんかでも OK です。まずテグス140センチにパールを3つ通します。そして3つ目に通したパールでテグスを交差します。両端を揃えてこのようにスライドさせてテグスの中心に来るようにしてください。次に右のテグスにパールを1つ通して新たなパール1つで交差します。これをあと2回繰り返します。左のテグスで左隣のパールを拾って新たなパール1つで交差します。これで1段目ができました。2段目です。右のテグスにパールを2つ通して新たなパール1つで交差します。次は右のテグスにパールを1つ通して新たなパール1つで交差します。今度は左のテグスで
隣のビーズを1つ拾います。右の手ぐすにパールを1つ通して新たなパール1つで交差します。このように左の手ぐすで隣のビーズを拾うパターンと拾わないパターンを繰り返してビーズ4つの輪と3つの輪が交互にできるように編んでいきます。なので次は左は拾わずに右の手ぐすにパールを1つ通して新たなパール1つで交差します。拾わないパターンの時はビーズ3つの輪になります。次は左の手ぐすで隣のビーズを1つ拾います。右の手ぐすにパールを1つ通して新たなパール1つで交差します。拾うパターンの時はビーズ4つの輪になります。段の最後はまず左の手ぐすで左側のビーズを1つ拾います。そして新たなパール1つで交差します。これで2段目ができました。3段目です。右の手ぐすにパールを2つ通します。そして新たなパール1つで交差します。ここからは左の手ぐすでその都度隣のパールを拾いながら編んでいきます。左の手ぐすで隣のビーズを拾ったら右の手ぐすに赤のラウンドビーズを1つ通して新たなパール1つで交差します。この赤いビーズが目になります。左の手ぐすで隣のビーズを1つ拾って右の手ぐすにパールを1つ通して新たなパール1つで交差します。左の手ぐすで隣のビーズを1つ拾って右の手ぐすに赤を通してパール1つで交差します。これで目が2つつきました。目が赤い白うさぎもいるのでこれでもいいと思うんですが、ちょっとギラギラしてて怖かったので私は黒のカラーパールで代用してみました。
練習だったら赤でもいいですけどね。あとは左の手ぐすで隣のビーズを拾いながらすべて白で編んでいきます。段の最後は左の手ぐすで隣のビーズとさらにその左上にあるビーズを拾って新たなパール1つで交差します。これで3段目ができました。4段目です。右の手ぐすにパールを2つ通して新たなパール1つで交差します。左の手ぐすで隣のビーズを拾って右の手ぐすにパールを1つ通して新たなパール1つで交差します。これをもう1回繰り返します。次は花を作ります。まず左の手ぐすで隣のビーズを拾います。そして右の手ぐすにパールを2つ通して今もう片方の手ぐすが出ているビーズに通します。通せたら頭を下にしておきます。左右の手ぐすにパールを1つずつ通します。そしてピンクのラウンドビーズ1つで交差します。次に右の手ぐすにパールを1つ通して花の編み始めのビーズの向かい側にあるビーズに右から左へと通します。左の手ぐすも同じようにパールを1つ通して今片方の手ぐすが通っているビーズに左から右へと通します。これで花の形が出来上がりましたね。続きを編むために手ぐすを移動させます。
まず左のテグスは目のすぐ隣にあるビーズに通します。右のテグスはまず目のすぐ横と鼻の編み始めのビーズに通します。そして今もう片方のテグスが通っているビーズに通します。ここからは左のテグスでビーズを拾いながらすべてパールで編んでいきます。最後は左のテグスで隣のビーズとその左上のビーズを拾って新たなパール一つで交差します。これで4段目ができました。5段目です。右のテグスにパールを1つ通して新たなパール1つで交差します。左のテグスで隣のビーズを拾って右のテグスにパールを1つ通して新たなパール1つで交差します。次は左のテグスで隣のビーズを拾ったら新たなパール1つで交差します。この2つのパターンの繰り返しになります。今度は左のテグスで隣のビーズ、目の下ですね、これを拾って右のテグスにパールを1つ通して新たなパール1つで交差します。左のテグスで隣のビーズ、今度は鼻の下ですね、これを拾って新たなパール1つで交差します。
左のテグスで隣のビーズ、今度は左目の下になりますね。これを拾って右のテグスにパールを1つ通して新たなパール1つで交差します。ここで頭の中に綿を詰めていきます。できるだけパンパンに詰めてくださいね。すでに編んであるビーズが綿の中に埋もれていないかどうか確認してください。続きを編んでいきます。左のテグスで隣のビーズを拾って新たなパール1つで交差します。左のテグスで隣のビーズを拾って右のテグスにパールを1つ通して新たなパール1つで交差します。左のテグスで隣のビーズを拾って新たなパール1つで交差します。最後は隣のビーズとその左上のビーズを拾って新たなパール1つで交差します。これで5段目ができました。こんな形になっていれば OK です。頭の最後の段6段目です。まず右のテグスにパールを1つ通します。新たなパール1つで交差します。わかりやすいようにピンクのビーズで作っていますが、実際はパールで作ります。左のテグスで隣のビーズを拾って新たなパール1つで交差します。これをもう1回繰り返します。こんな感じでビーズ3つの輪が5個できている状態です。右のテグスで右隣のパールを1つ拾ってさらにその左上のパールを拾います。
左のテグスを左上のビーズに通して、両方のテグスが同じビーズで交差した状態にします。そして一つ上の段で2本のテグスが出会うようにビーズに通します。テグスを2回結びます。結び目の隣にあるビーズに片方のテグスを通してぐっと引っ張って結び目をビーズの中に隠します。あとは頭の上の方まで編み戻ってテグスをカットします。テグスが通しにくいときはビーズの下に針を入れて持ち上げるようにすると通しやすいです。テグスが他のビーズに入ってしまったら針で引き出します。結んであるのでビーズ3つぐらいに通せればいいんですけど、頭のてっぺんまで持ってきた方が切りやすいと思います。テグスをカットしたら頭の完成です。次回は胴体の作り方をご紹介します。